今回は、一筆術と IPython を用いたインタラクティブ表示を紹介します。ドロップダウンリストで周波数を変更してみましょう。1Hz に変更してみます。すると、このように緩やかな表示となります。次に、2.5Hz に変更します。それから、こちらのチェックボックスをオンオフしてみましょう。赤のチェックボックスを外すと、青だけの表示になります。両方外すとグラフが非表示となります。もう一度、チェックボックスをオンにしてみましょう。このようにグラフを表示することができます。それでは、プログラムを見ていきましょう。最初に IPWidgets、IPython.display、NumPy、Matplotlib をインポートします。こちらがグラフを描くプロットアンダーラインサインアンダーラインウェーブス関数です。括弧内の引数はフレク、ショーアンダーラインレッド、ショーアンダーラインブルーを設定しています。フレクは、ドロップダウンリストの値を引き渡しています。こちらのドロップダウンリストを変更すると、その値が入力されます。こちらが周波数選択用のドロップダウンリストを定義したコードとなります。オプションとして 1Hz、2.5Hz、5Hz の値を設定しています。そして規定値として 1Hz を設定します。ディスクリプションはドロップダウンリストの横に表示する文字の内容で、ここでは周波数ヘルツを設定しています。その下の Disabled = False は、このドロップダウンリストを有効にします。その値が、この引数として取得されます。次に小レッド、小ブルーは、チェックボックスの値を引数としています。チェックボックスアンダーラインレッドは、widgets.checkbox により定義しています。最初に value = true として、チェックボックスが、チェックされた状態にします。次にチェックボックスの横に表示する文字を description = 赤色のグラフを表示として設定します。また disabled = false として、このチェックボックスを有効とします。indent = false は、インデントをしないことを意味します。このようにインデントがつかない状態でチェックボックスが表示されます。同様にチェックボックスアンダーラインブルーもこのように記述します。そしてこの値をプロットアンダーラインサインアンダーラインウェーブス関数の引数として入手します。関数内では、X 軸を何 π のラインスペース関数を使用し、0から 2π の間で400個のデータを等間隔に取得します。その下はグラフの大きさを設定しています。11行の if 文では小レッドが true の場合、すなわち、チェックボックスのチェックが入っている場合は12行で X 軸に対応するサイン値を y アンダーラインレッドに設定し、13行でグラフ化します。小ブルーについても同様に、true の場合は y アンダーラインブルーの設定とグラフの表示を行います。そして、タイトル、ラベル、表示範囲、判例、グリッドの設定を行い、グラフを表示します。そして最後にウィジェットを組み合わせて表示し、操作に応じて、グラフを更新する命令を52行のように書いていきます。widgets.interactive 関数の引数として、グラフを描く関数プロットアンダーラインサインアンダーラインウェーブスを、ドロップダウンリストよりの入力をフレクアンダーラインドロップダウンで、チェックボックスよりの入力をショーアンダーラインレッドチェックボックスアンダーラインレッドと、ショーアンダーラインブルーチェックボックスアンダーラインブルーより取得します。